から世界のお金の空気がざわついてるのだ。何よその言い方。けど、金利が動くとほんと厄介ね。じゃあ最初は FRB から行こう。アメリカの金利、読みにくいみたいじゃん。FRB の会議メモが出て、アメリカのお金の司令塔でも考えが割れていたのだ。議事録は会議で何を話したか残す記録なのだ。本当？一つにまとまってないなら、市場も落ち着かないわね。中央銀行みたいな場所で意見が割れると、空気が重くなるじゃん。物価は当面高めでも、関税やエネルギーの影響が弱まれば下がり始めるって見ていたのだ。でも商品価格の高止まりや、供給の乱れが長引くかもって話もあったのよね。値札がいつ下がるかわからないと、買い物の予定も立てにくいよね。ホルムズ海峡の封鎖で供給が乱れる心配も頭に入っていたのだ。そこが詰まると、エネルギーの値段がまた揺れやすいわ。ほんと面倒ね。教室で配られるプリントが遅れるだけでも困るのに、世界規模だと影響がでかいじゃん。年末の金利は今と同じか少し下がるって見る人と、今より上だって見る人に分かれたのだ。上げすぎても景気に響くし、下げすぎても物価がまた暴れやすいのよね。どっちも一理あるから、決める側が一番しんどいやつじゃん。だから大主議長は、物価と景気の間で難しい舵取りをすることになるのだ。しかもイラン情勢まであるなら、読み切れない要素が多いわね。みんななら、金利は今のままがいいと思う？それとも少し動かす方がいいじゃん？僕は、暮らしが急にざわつかない方が嬉しいのだ。私も、先が見えないのは好きじゃないわ。次は NATO の話なのだ。ヨーロッパの守りをアメリカ以外がもっと背負う流れなのだ。負担の話になると一気に現実っぽいじゃん。お金も人も軽くないよね。 NATO は軍事同盟よ。ざっくり言うと何かあった時にみんなで守る約束の集まりね。トルコで開かれた首脳会議が閉幕して、欧州側とカナダが防衛でより大きな役割を担うと確認したのだ。アメリカにずっと頼りっぱなしじゃなくなるってことか。学校の係を一人だけで回す感じじゃん。そうね。しかもトランプ大統領は他の国に国防費をもっと増やすようせかしていたわ。宣言にもより強い NATO の中のより強いヨーロッパって入っていたのだ。綺麗な言い方だけど、やることはかなりハードだよね。言葉が立派でも実際は自分たちの分は自分たちでって話だもの。ウクライナ支援は今年12兆円余りを確認したのだ。12兆円ってもう数字の桁が遠い世界じゃん。おやつの値段で考えるの無理だよ。国の支援だから規模が別格なのよ。来年も少なくとも同じくらい続けるのが大きいわ。GDP の目標も話題だったのだ。GDP は国の経済の大きさを見る数字だと思えばいいのだ。家計簿の国版みたいな感じか。そこを上げるのってかなり重い約束だね。今のアメリカは他の国にもっとやってほしい気持ちがはっきりしているのね。それにイランには核兵器は認めないし、ホルムズ海峡の航行の自由も求めていたのだ。海峡の話もまた出たじゃん。世界のあちこちがつながってるの。ややこしいけどわかるよね。防衛の会議なのにエネルギーや物価の空気まで触るのが厄介よ。みんなならこういう守りの分担ってどこまでなら納得できると思う？あーしは急ぎすぎない方がいい派じゃん。僕も負担の話はちゃんと順番を決めてほしいのだ。私は口だけじゃなくて中身が伴うかを見たいわ。次はタバコのルールの話なのだ。加熱式タバコの規制強化は一旦見送りになったのだ。そこで止めるのね。全部を一気に変えるんじゃなくて様子を見る感じかしら。加熱式って火をつけるタイプとは別のやつだよね。名前だけだとちょっと迷うじゃん。そうなのだ。数年前から屋内禁煙が進んだ一方で、専用の喫煙室では飲食しながら吸える形が残っているのだ。そこをさらに広げるかどうかを考えていたけど、今は強化を見送る方針なのね。でも喫煙目的施設ってちょっとわかりにくい名前じゃん。そこが抜け道っぽく見えるよね。喫煙目的施設は喫煙しながら飲食できる場所よ。バーやスナックみたいなところね。ただ居
酒屋なのにそう名乗っているケースもあるから、自治体への届け出を新しく入れるのだ。名前だけ先に立って中身が曖昧だと、利用する側も迷うよね。ルールがわかりやすい方が守る側も見やすいわ。伏流煙から気になる物質が見つかった一方で、健康へのはっきりした関連は強くないって評価だったのだ。まだ答えを急いで決めきれない感じか。アンシも、ここは慎重に見たいじゃん。そうね。研究を続けるって話だし、すぐに白黒つけないのは自然だわ。届け出が入ると、どこでやっているのか見えやすくなるのが狙いなのだ。地図アプリに載ってない近道みたいにされると困るじゃん。うまいこと言ったつもりでしょうけど、今回は少しわかりやすいわね。こういう届け出って、あった方が安心に見える？それとも手続きが増えて面倒に見えるじゃん。僕は迷わない形にしてくれる方が助かるのだ。私も見えるルールの方がいいと思うわ。ここでずんだの豆知識なのだ。金融ってお金の話全体のことを指すのだ。ただの銀行話じゃないんだ。お金が余っているところから足りないところへ回す働きがあるのだ。借りる側と貸す側をつなぐみたいな感じね。しかも政府や企業だけじゃなく家計まで入るからかなり広い言葉なのだ。家計も入るならほんと身近じゃん。だから金利の動きも暮らしの空気にそのままつながりやすいのだ。金融は経済の血液っていうのもわかる気がするわ。今日は金利も防衛もルールも全部つながってる感じだったじゃん。コメントで一番気になった話を一つ書いてちょうだい。概要欄にも軽くまとめてあるのだ。気になるところだけ見返してほしいのだ。じゃあまた次回ね。